私は40歳男性、ギャンブル依存症です。私は医学的治療を受けるも、一時的な効果しかなく、完全にギャンブルをやめれませんでした。しかし、長老の仏教に出会ってから、少しずつ自分にも変化があり、今日までの、約2年間はギャンブルせずに済んでおります。ありがとうございます。夢中で長老の本を読んだり、一生懸命に瞑想したりしましたが、自分でも私の身に一体どんな変化があったのだと驚いています。医学では依存症のメカニズムを脳内物質やらで説明し、治療には薬やセラピーを用いますが、仏教ではこの依存という問題をどのように捉えることができるのでしょうか。私にどのようなことが起きたのでしょうかという質問です。別にいいんじゃないんですよ、よかったんだからだからそういうそこまで説明はいらないと思いますよ。なぜならば依存について語るとね、もう医学と違ってすごい大変なんですよ。だから存在は依存によって成り立っているし、生きるっていうこと自体も依存でしょうしね。だからこの医学でいうほんのちょっと一部だけ依存症やとかね、脳内物質でこれこれやとか、なんかもうでっかい海でちょっとした場所を見せて、これが海ですよというようなものなんです。だからまあね、日本でもありますね、海水よくできるちょっとした隠れた場所、岩があって、その中でほんの安全な場所があって、浅くて波も来ないし、それで海で遊んだとかね、海ってそんなもんじゃないよと、地球の4分の3だよとって言いたくはなりますけどね。だから依存っていうのはものすごい膨大な世界なんですね。だからそこは仏教で教えてるんだから、あなたもそこを学んでいくと、あなたのこのほんのわずかな依存症がどうったことなく消えただけで、またたくさんの依存持ってるでしょ。すっごいたくさんこの方も依存持ってます。その中でものすごいくだらん依存がなくなったんです。で、頑張るのはくだらんでしょうね。あるいはケーキ依存って言ったら、食ったら美味しいでしょうねとかね。旅行はたまらないんだと。ただ旅行するという何か経験でも得るでしょうね。だからもう毎年どこかで旅行に行くとかね、毎月国内で1日なんて言います、1日泊まって2日そういう必ずやるそうという依存症ですけど、それでも何か得るものあるんですね。毎週国内旅行すると、日帰りか一泊で、その人は調べなくちゃあかんですね。そうすると、それで行った場所でいろいろ経験が得る。頑張るとそれ何も得られませんだからね。だから一緒の中でこのタバコ、アルコール、ギャンブルなどっていうのは最低の依存なんで、得るものは何もない。そんなのは簡単になくなりますよ。ちょっと理性が上がってくると、有意義な生き方しなくちゃっと分かってくると、そんなの随分簡単に治りますが、人生は甘く見ないでください、とにかく。で、依存っていうのはすごい大きなテーマで、例えばご飯食べなかったら死ぬでしょ。ご飯に依存しているでしょ。呼吸しなかったら死ぬでしょ。空気に依存しているでしょ。
それから体の血液の流れ、心臓の鼓動などなどは地球の引力がなかったら、ある程度で細胞たちが自分の力を持ってますけど、やっぱり地球のサポートが必要なんです。だから依存しています。だから宇宙に行く人々は人工的な地球環境、スペースシュートの中で過ごっているんです。宇宙ステーションで1年ぐらいいる人々はちゃんと人工的な例えばスプリングなどなど使ってそれでちょっと歩いてみたりとかね、だから足を上げるためにバネを伸ばさなくちゃあかんしね、それで体力使わなくちゃいけない。宇宙は無重力空間だから走るなりに飛ぶなりに何でもできるでしょうに。そうすると体が壊れるんですね、やっぱり使ってないんだから。だからそちらでも仮想的な宇宙空間、宇宙じゃなくて地球の空間を作っているんですね。だから運動するためには地球と違ったからくり宇宙ステーションにあるんです。はい、そういうことで命が完全に依存によって成り立っているんです。細胞一個一個周りの細胞に依存しているんです。これで心は体に依存しているし、体が心に依存しているんです。だから依存と同時に仏教は因果法則ということも語っているんですね。だから仏教自体がこの宇宙的な学問なんです。だから研究者たちが小さなところだけ切って説明しますけど、そういうことで依存というのは仏教的に見れば、生きることが依存である。で依存の中でもどうしてもやらなくちゃいけない依存があってね、呼吸すること、ご飯食べることなどなど。それからあえて依存やらなくちゃいけないことがある。親孝行することやら、自力者を育てることやら、優しい心でいることやら、善行することやら、全てやめてもいいんですけど、あえてやってくださいと。それでより良い人生になるんだよとかね。全て因果法則に合わせて語られているものなんですね。だからあまりアホ臭くていい加減やめなさいという人もあります。その中に入るのはギャンブル、酒、タバコなどなどです。いるものって何もないでしょうねと。で喧嘩することとかね。喧嘩する環境が起きたらあえて頑張って仲良くすることにしたらどうですかと。すごい自分の中で頑張らなくちゃいけなくなっちゃうんですね。それで良いことになってくるんですよ。だからこの全て相互依存になっていて、全て因縁によって成り立っていて、その中で仏教は仏道を語っています。はい、以上です。はい、ありがとうございます。